生態調和農学機構の高田と言います。よろしくお願いします。ご紹介いただいたタイトルで、発表を行いたいと思います。これか。今日の概要ですが、まず、試験の背景を簡単に説明させていただいた後に、土壌からと、果実からの移行というものを2つ、紹介させていただきます。土壌から、果実への移行と樹体内から果実への移行ですね。で、この両者を、比較して、土壌と樹体それぞれから、どれぐらいの割合のセシウムが果実へ移動するかといったところを、説明したいと思います。まず試験の背景ですが、こちらは、去年までの、この回で、少し発表させていただいたんですが、それをちょっと簡単にまとめて、背景とさせていただきます。まず、去年ですかね、去年の第5回の発表で、福島果樹研の佐藤さんの方から、紹介があったと思うんですが、まず土壌から、果実ですねの移行というものが、広く移行係数という、言葉で認知されていると思うんですが、調べました。でそれを、簡単に説明しますと、2012年の調査ですと、これ東京大学の補助からで育ててたものを2年育てて、掘り起こしてですね、根っこを全部きれいに洗って土を全部取り除いた後に福島県へ持って行って植え付けました。で、栽培をずっとしまして、収穫するまで栽培して、これの果実の濃度を測定しています。でその結果ですね、移行係数というものが桃とブドウで、試験したんですが 3.6 から 5.4×10 のマイナス4乗、ブドウですと 2.0×10 のマイナス3乗ということで、桃の方が10分の1ぐらい、ブドウより移行しづらいということが明らかになりました。でまた、事故のあった年と比べますと、10のマイナス2乗から10のマイナス4乗ですので、事故後1年経ちますと移行しづらいということが分かっています。でさらにはチェルノブイリの頃から、報告があるものですけども、文献上の最大値と最小値を示していますが、ブドウですとおおむね、過去の知見と同じような数字ですが、桃ですと、今回の事故を受けた移行係数の方がやや低いという結果になっています。でまたこのように10の、マイナス1乗分ですね、10倍ぐらい差が出るんですが、こういった差というのは再現試験の条件が、その報告されているものによってまちまちですので、そういったものが影響しているんじゃないか、そういったところを排除しないと、本当に土壌からの移行というものを判明できないんじゃないかと考えています。で次にですが、これも一度紹介させていただいたんですが、土壌のから果実へセシウムが移動するということであれば、もし土壌をですね事故の時に被覆するなどしてフォールアウトを防いでいれば、桃の木の果実ですね、果実への移行というものはなかったんじゃないかというようなところを試験したんですけども、まず、偶然にもというか事故の前からですね、土壌の部分だけをこういうふうに、シートで被覆をしていた木があったんですが、こういう土壌をフォールアウトから守った木と、そうじゃない被覆してない状態の木というものを、用いて、果実の濃度を調べました。でまず果実の濃度を、紹介する前に土の濃度ですが、被覆することによっておおむね7分の1ぐらいの濃度にまで低下をしているんですけども、土の濃度は7分の1に減ったんですが、果実の濃度も同じように7分の1に減るわけではなくて、果実の濃度というものはほとんど差がない、1程度低いんですけども、その1にはあんまり意味がないと思いますが、差がないというような結果になりました。で、事故の年では土壌から果実への移行というのはわずかであるということが、明らかとなりました。でこの両者、2つですね、土壌からも移行するという結果と土壌からの移行は少ないという、一見すると反対のことを言っているような結果なんですが、両方とも事実でして、問題となりますのは、土壌から移行する量と、木の中に入ったものですね、木の中から、果実に移行するものの寄与率がどのような値であるかというのが、重要になると思います。
でさらに2枚前のスライドでちょっと説明しましたが、試験の条件によって土壌中のセシウムの濃度ですねの分布がかなりまちまちですので、そういった濃度を、現地の果樹園に近づけるものでありますとか、例えば、植え替えをした場合の均質なセシウム分布をした土壌とかですね、そういったものを反映した試験と、両者を合わせて比べないと、わからないということがあります。そこで新たに、両者の試験を組み合わせまして、主にブドウにつきまして試験をしたんですが、紹介させていただきます。まず土壌から果実への移行の方ですけども、以前まで、私報告したのが桃の報告が多かったんですが、基本的には、土壌からほとんど移行しないので、木から移行しますということだったんですが、今回、土壌からどれぐらい移行するかということも調べました。で、その際に、土壌の深度別分布ですねを反映させるような形で、試験を組みます。でその前にですが、おおむね示しているものですけども、果樹の根の深さというものは、根の出方がですね樹種によって異なりますので、浅い深いとかがあります。深い方がですね地中の深いところにまで根がどんどん入っていきやすい樹種です。浅いものの代表格としては、木もちっちゃいんですけどもブルーベリーとかですね、あとキウイ、イチジクといったものが一般的には浅いとされています。で、根が深いものが柿とか日本梨とかになります。でその中間ぐらいに桃、ぶどう、梅などがありますが、リンゴとかブドウとかですね、栽培環境や木の仕立て方、あるいは唾液の種類などによってすごい、浅かったり深かったりする樹種もありますので、おおむね参考にこういう表があると思ってください。で、今回この赤ですね、桃を赤にしてますが、イチジクとブドウにつきまして試験をまずしたものを紹介させていただきます。で、具体的な試験は鉢植えで行ったんですけども、まず根の深さがどんな、先ほど浅い深いと言いましたが、どういうふうに分布しているかをまず調べました。でですね、透明の鉢に植え付けてですね、まず単純に調べたんですけども、こちらイチジクでブドウですが、イチジクですと、根の、鉢の上の方ですねに、根がいっぱい出てて、下の方はそんなにちょくちょくもちろん出るんですが、そんなに出ないという条件ですね、露地のそういう根が浅いとされる条件がある程度再現されています。ブドウに関しましては、全面にですね、最初から比べましても、ほぼ全面に広がって出るということで、こちらも現地の果樹園に近い条件の、根の生育を示しています。で、このような、イチジクとブドウですが、根の浅いイチジクと、根の浅くないブドウですね、決して深いというわけではないんですけれどもを、ビニールハウスの中で育てていたものを、植え替えまして、試験しました。でどのように植え替えたかですけども、イチジクとブドウ両方同じように植え替えてますが、この茶色の濃い方ですねが、汚染された土の、です。で薄い茶色の方が非汚染の土ということで、表層土ですね、表層の土を、セシウムで汚染された、土を用いて表層部分に入れる。で下の方は、非汚染の土ですね、事故の前から確保しておきました、セシウム濃度の極めて低い土を使っています。でそれとは全く逆にですね、表層の部分を非汚染の土を使いまして、深いところを汚染された土を入れるという処理区を作りました。現地園地としては今の状態こちらですね、表層度がすごく高くて下の方はそんなにないという条件ですが、現在の状況と全く逆のものを作って、比較しようというふうに、試みました。でまたブドウについてのみですが、この両者の土を均質に混ぜて、鉢の中まんべんなく同じぐらいの濃度になるように、土の条件を整えた、木を試験しています。でまずブドウの結果ですけども、全面に根が出やすいブドウということですが上から、表層の方を汚染された、木、こちらが下層を汚染した木で、こちらは均質に汚染した木になります。こちらは土の乾物あたりの濃度でして、この
真ん中の数字が、仮にこの両者の土を均質にした場合の、セシウムの濃度を示しています。で、こちらは果実の濃度は、70あたりですねの濃度と、隣に移行係数を示しています。で、表層度ですねを汚染した場合の果実の濃度が 0.43 で移行係数が 0.00168 ということでして、下層度を汚染した場合と比べますと、低いという結果になりました。すなわち、表層が汚染されているような条件では根が、まんべんなく伸びるブドウでは、影響が少ないという結果です。でまた均質に汚染した木では、その両者の中庸ぐらいという値を示しています。で次に、根の浅いイチジクですね、鉢の中の上の方にしか根が比較的出にくい、イチジクですねの結果です。こちらは均質な、処理はないのとちょっと濃度がブドウと土の濃度が少し違うんですけども、上側が表層汚染したもの、下側が表層が、ほぼ非汚染のものですねを使っています。でそうしますと、根っこの浅いイチジクでは、上の方のですね、濃度の高いセシウムを吸っているから吸いやすいということが考えられますが、果実の濃度も移行係数も、下層を汚染して表層をきれいなままにした、木よりも高いという結果になりました。簡単にまとめますと、根っこの浅いイチジクでは、そうじゃないブドウよりも土壌表層の汚染に敏感である。で、言い方を変えただけですが、根の浅くない樹種では、土壌表層の汚染には鈍感かもしれないという可能性が、考えられます。次にちょっと、少し駆け足ですが、樹体内から果実への移行について調べました。で、こちら以前桃で、もっと大掛かりな試験をしたんですが、こちら、先ほどのブドウの試験と、同じような育て方をしたものを使って、この両者が比較しやすいように、もう一度、再試験しました。で再試験する際に、前回は木全体の量を示したんですが、今回は一部の期間からどのように移行するかということを調べました。でどのように調べるかですけども、まず古い枝からの移行ということなんですが、ずっと鉢植えでですね、非汚染の状態で育てた木がずっとありましたので、この木にですね、もちろん土も、ほとんど検出されない条件のセシウムが検出されない条件の木です。こちらの木にですね、福島県内にホールアウトを受けた、1年生の枝というものを接ぎ木しまして、栽培試験をしました。ここの部分ですね、接ぎ穂の部分にしか、セシウムが最初ないという条件で試験を開始してますので、この中のセシウムが、成長に従って、新しい器官や果実、葉っぱですねといった新しい器官に動くのか、あるいは下の、非汚染の台の部分を通じて、根っこの方にも移動するかといったあたりを調べたいということで、こういう試験をしています。残念ながらちょっとですね、若干無茶な試験ですので、少し果実の状態は、とてもじゃないですけど売れるような状態のものではないんですけども、一応果実が着火できましたので試験を、できたということで試験の結果を説明します。でこのグラフがセシウムの総量を示しています。総量というのは器官の重量かける濃度ということですので、例えばこの試験前の全部紫の、棒ですと、この差し穂の中に入って差し穂のセシウムの濃度にこの差し穂の重量をかけたものです。こちらの試験後のものですと、紫の部分減ってますが、各器官の濃度に各器官の重量をかけたものを示しています。試験後と試験前で、ほぼ、同じような総量であったということなんですけども、
サシホ中のセシウムというものは確実に移行しておりまして、樹体の上部ですね、花房や、葉っぱや新梢といったところに移行しているもの、あるいは下の部分、わずかですけども試験前の古い器官に移動しているものや、新しい根っこと古い根っこ両方入りますが根っこへ移動しているセシウムというものも確認できました。で具体的に果実の、これちょっと分かりにくいんですが、果実の濃度といいますか、果実への移行率という、ことで見ますと、最初のサシホの分の 4% 分のセシウムが、花房に移動しているということになりました。でまとめですが、継いだ部分から新しい器官に移行しますと、言い方を変えますと、永年作物である果樹では、古い器官からの移行も古い器官から果実への移行も考えなければいけないということになります。で先ほどから最初の方に、言いましたが、この両者の比率ですね、こういったものを明らかにしないとですね、闇雲に土だけ除染するとかですね、木だけ除染するというわけにもいきませんので、両方の寄与がどれぐらいというものかを踏まえて、その後の試験といいますか除染対策も、行わなければいけないと思います。でそこで両者の比較をしたいと思います。で比較をしたいんですが、どのように比べるかというところがまず、問題になります。でなぜかと言いますと、土壌からの移行というものは、ご存知の方多数だと思いますが、移行係数というものが、広く使われますが、こちらは土壌の乾物の濃度で、果実の生の濃度を割ったものになります。係数になります。でこちらですと古い器官の移行というものをパーセントで表せない、係数で表しづらいということがあります。旧器官の重量総量で足しましても、土の重量には圧倒的にかないませんので、単純にこれの割り算をしてもちょっとあんまり土壌との比較には使えないということがあります。ですので先ほどのように、根域を制限した条件の、試験を組みますと土の総量というものが完全に分かりますので、土の総量ですね、総量のベースで比べれるんじゃないかというふうに考えました。具体的にはですね、果実中の総量、果実の濃度に重量をかけたものを、移行元の総量で割るというふうにしています。移行元の総量というのは土壌あるいは先ほどの試験の保儀の濃度どちらかですね、この濃度に重量をかけたものですね、この両者で割ることによって、移行元に存在する全部のセシウムが、果実の中に、どれぐらいのパーセントで移動したかということが、分かると思います。で具体的に先ほどの2つの試験の数字ですけども、紫のところ移行係数を参考に載せています。まず土壌からの移行ですが、ブドウを3つ載せましたが、どれとこちらの旧期間比べていただいても構わないんですが、現地の条件に近い上防線と比べたいと思います。割合が 0.000098 ということで、パーセントに直しますと、0.01% ですね、の値になると思います。土の中に存在する、全部のセシウムのうちの 0.01% が、果実に移動するということになります。でそれに対しまして旧期間からの移行ですが 0.04 ということで、先ほどもちょっと紹介しましたが 4%、古い期間に存在する 4% が果実に移行するという結果になりました。で簡単にまとめますが、土壌中のセシウムよりも、樹体内に存在しているセシウムの方が果実への寄与は高いということが、この試験からも明らかになったと思います。で現在やっていることなんですが、この結果を踏まえまして、例えば木の中にいっぱいあるんだったら、その木を大きく、切り返すことで、存在する総量を減らせるんじゃないかということで、木を大きく切り返して再度、仕立て直すことで、果実の低濃度化を促進できるかどうかといったあたりを現在試験しています。ちょっと小さいですが、試験していますと言いましても
すごくスパンがかかる試験ですので、おそらく今回の事故を受けての、成果といいますか、成果を反映するというのはなかなか難しいんですけども、まず冬ですね、3月ですので、冬の葉っぱも何もない状態にホールアウトを、木も園地も受けたんですが、それをそっくり1年育てますと、実がついて枝も新たに伸びるんですが、実をつけない徒長種というですね、栄養成長の盛んな枝が、ちょくちょく発生します。でその次の冬にですね、この絵では半分スパンと切ってますが、例えばこの実のなる枝をですね、全部切ってしまってですね、この新たに生えた枝を誘引して仕立て直すということを試しています。でこの新しく出た枝というのは古い枝に比べますと濃度としては低いということになりますので、なりますが、ただその切った次の年には、実がほとんどつきません。ですので、1年間、養成する期間が必要となってしまいます。でさらに1年経った次の年にようやくわずかながら実がつくんですが、この際の2つの果実の濃度がどういう差であったかといったところが明らかとなれば、いいんじゃないかなと考えています。ただいろいろ問題があり問題といいますか、天秤にかけないことがいろいろあるんですが、樹種や園地切り返し程度ですねがどれぐらいであればいいかというのは、全く試験がないので、いろいろ試さないといけません。切り返しの程度というのは例えばですね、この先ほどの絵では半分切ってましたが、いっそのことこの根元の付近から全部切ってしまうとかですね、あるいはこのちっちゃいもっとさらにちっちゃい枝の単位で減らすとかですね、いろいろした場合にどう違うかといったことが検討しないといけません。でこの切り返し程度というのは木の、樹勢ですね、木の勢いとか木の整理といったものを大きく狂わしますので、そういったところもちょっと検討しないといけません。でさらにおそらく一番問題なのはですね、植物もそうなんです、永年線の植物もそうなんですが、物理的な半減期と比べますと1年経った後のセシウムの果実への減少量というのがものすごく大きいです。で、1年経つとおおむね3分の1程度、セシウムの量が低下するんですが、例えば3分の13分の1減ると、3年目には9分の1に減るわけなんですが、そういった場合にですね、こういうふうに、むやみに切ってしまってですね、3年後にこの反対側と同じぐらいの量を収穫できたのにっていう条件になったらちょっと困るなというか、あまり意味がなかったということになってしまいますので、比較的濃度の低い園地などでは特にそうだと思うんですけども、経年減水などと天秤にかけた際に、その間の減収がどれぐらいであるかといったことを検討しないといけないです。で以上で発表終わります。福島県産の果樹、果樹王国ですのでいろいろありますので、写真をちょっと載せていただきました。以上で発表を終わらせていただきます。